ぜひよかったらはい、ちょっと出してください。どうした？Wi-Fi。あ、そうですね。Wi-Fi 止めんな。今の若い子わかんないですよ。わかんないよな。メープル超合金。すごい。じゃあ、いや嬉しい。はい、すごいどうしましょう。ナイスタイム。はい、ナイスタイム。ご機嫌でいるために。サウナから始まる隣の川ちゃんの知らんけどラジオ。おはようございます。毎日忙しい中ご機嫌でいるためにやってること、ということなんですが、私はそうですね、最近ハマってるんですけど、朝起きて寝ぼけながらする寝ぼけウォーキングが大好きです。寝ぼけウォーキング。川ちゃんです。大丈夫ですかそれ？はい、おはようございます。日々ご機嫌でいるために、私はたまには何もカロリーを気にせずたくさん食べます。ああ、いいね。この前串カツのコース食べた後に、ポテト、うん、マックのポテトを M サイズ一人で食べて、うわまあご機嫌。いいね、はい、茶色い静岡サウナ協議会エヴァンジェリストカッキーこと竹内まりやです。はい、はい、今回もよろしくお願いします。お願いします。ちょっと冒頭の寝ぼけウォーキングだけちょっと言っていい？はい。最近俺流行ってるっていうかもうハマってんねんけど、なんかね、そのご機嫌でいるためにっていうと、ほら日々ちょっとずつ何かしらの問題とかするですね、蓄積していくもんじゃない。でよく逆に夜の会食とかももちろんあるじゃない、はい、で僕も食べるの大好きだから、運動しなきゃとか走らなきゃとかいろいろ考えてるけど、その時間作るの大変じゃない、はい、でしかも朝早く起きてやろうと思ってもなかなかできないじゃない、はい、でも今日も会食あるしなとか、今日も会議大変重いしなとか考えてたら、やっぱ朝外で出たいな、でももっと寝てたいっていろいろ考えた先に生まれたのが、もう寝てるか起きてるか分からんタイミングで外出るっていう寝ぼけながら歩くっていうのが俺の今ベストなお整いスタイルな。それはお家の周りをお家の周りを歩いて、そうで着替えるのも若干さ、スポーツウェア着替えて靴用意してて大変じゃない？めんどくさいですね。そう思った結果生まれてるのがスポーツウェア着て寝るっていうそっから始まってるんですね。そっから寝ぼけウォーキングだからむくって起き上がったかなと思って目まだ閉じてんねんけど、はい、そのまま寝室からもう顔だけ洗ってで靴履いてそのまま外パッと出て、で太陽浴びながら目覚めて歩き出すっていうのをやると、なんか、目覚めていくのと太陽の目覚めがなんか同期してきてなるほど。そうで途中から歩いてたら、今日も一日始まったなみたいな気持ちいいね。なんかこう無遊病と本当に紙一重な感じありますけど、本当ね、多分噂になってるかもしれない俺かもしれないですね。そう最近ちょっと怪しい危ない人がいるって、男の人がふらふら歩いてるけど、そうやね、ちょっとね、周りだけ気をつけてもらってあまりおすすめできないけど、寝ぼけウォーキングはほんまご機嫌で、それでね結構ご機嫌っていうか、はい、すっきりしたの、日常にリズムができて、それはいいですね。そう確かに、はい、できれば皆さんはちゃんと起きてウォーキングしてください。はい、はい、ということで、はい、ご機嫌ということでね、番組の後半にちょっとご機嫌に、関わるじゃないですけれども、そうね、そんなにお知らせもあるということなので、はい、皆さんお楽しみに。はい、じゃあやっていきましょう。はい、サウナから始まる隣の川ちゃんの知らんけどラジオ34回です、はい、お願いします。お願いします。この番組は40歳の現役会社員にしてマネージャーの川ちゃんが働くみんなのリアルな悩みや楽しみを一緒に笑い飛ばしたり、ちょっとためになることを考えたり、そんな隣感覚のトークで週の真ん中ちょっと憂鬱になりがちな水曜日の朝を少しだけ軽やかにスタートできるお手伝いができればとお届けしています。そして今日も番組後半にはね、新オープンサウナ情報もあるということで、こちらもお楽しみに。はい、ありがとうございます。そして今週は働くお悩み相談会ね、大変好評いただいてるんですけど、はい、あれね、もう本当に即興すぎて、そうですよね、もういろんな汗かいてます。ですよね、汗大丈夫かな。汗かいです、はい、こちらはですね、我々の番組スタッフが、悩みを抱える人々にもうリアルに有楽町の駅前でインタビューしてきてくれたみたいなので、はい、早速もう行きましょうか。聞きますか。はい、悩み聞いていきましょう。じゃあカッキーさんまたね、後でレビューしてください。はい、ゆで卵です。年齢が25歳で看護師やってます。そうですね、やっぱ女性社会なので、人間関係とかはちょっと悩むところはあるかなっていう感じはあります。いわゆるおつぼねさんみたいな方もやっぱりいらっしゃったりとかもしたりとか、先輩方によってやっぱ言ってること違うので、そこにどう適応していくかとかっていうのはちょっと難しいなっていつでも思います。
リアルだね。リアルでストレートでしたね。おつぼねさん。いやー、久々に聞いたな、そのワード。でもあるよね。ありますあります。多分日本中の職場でうなずいてる女性絶対いるよね、これ。誰か顔を思い浮かべてる人もね、いるかもしれないですね。いや、これ僕の経験もいろいろ話すのもそうですけど、カッキーどうですか？ちょっと元の職場っていうとなかなか特定されるけど確かに確かに。なんかそういう経験っていうかさ、似たようなことがあったりしたものなの？でもやっぱり人によって言うことが違うっていうのはどの職場でもあると思うんですけど、アナウンサーなんかも特に結構技術職みたいなところがあるんで、それぞれの美学があったり、なるほどね、テクニックがある中で、やっぱりみんな言うことは違うんですよ。A 先輩はすごい良かったって言うけど B 先輩はいやちょっとなんかここがダメだったねみたいな、もう本当に真逆みたいなこともあったんですよね。わかるよ。だからもうそういう時に私がどうしたかというと、もう自分の感覚と合ってる意見を優先したというか。なるほどね。なんか自分がそこになんていうの、いいと思った意見だったら、そこで今後何かがあっても後悔しないというか、自分が取捨選択した意見だから、その意見に従ってやっていった末に失敗したとしても後悔しないだろうなみたいな。いいね。いや、自分にとってちゃんとメリットがあるし、自分で選択してるってことだね。そうです。ちゃんと指針を持って選択したっていうのはありましたね。いや、いいね。以上です。ゆでたまごさん。カッキーのいいことをいただきましたので。やっぱりありますか、その人間関係というか。いや、そうですね。僕の場合は建築の業界だったりするので、それこそ25歳どんなやったかなって想像してたんですけど、僕大阪に当時いて、東京に転勤するちょうど1年前だったので、めちゃくちゃむしろ大阪で売り上げを上げてる時、もう自分のチームでの仕事もどんどん増えてきて、しかも自分で経験値も増えてるから、やりたいですとかってやるじゃない。するとやっぱりそのプロジェクトを持ってる先輩とかと一緒にやったり関係者が増えていくから、今のね、このなんていうの、いろんな人の要は口が増えるよね。そうですね。そうで、川田君これはこうだよって言ってくれる言葉がもうカキと一緒。いいよっていう先輩もいれば、いや俺から見たらこうだったなみたいないう話もいっぱいあったね。けどね、俺それ悩んでたかなと思うとね、悩んだ記憶がないんだよね。どうされたんですかね。俺多分それはいろんな意見でどうしたらいいだろうって思う前に、なんか言ってくれてることに感謝してた。そう、まず自分のことに着目して何か意見を言ってくれてるということにあざすって言ってて、ほぼ内容は聞いてなかったし言ってくれたということにまずありがとう。川田君件やけどさとか、あれ見たけどって言ってくれた時点で、見てくれたんですね、ありがとうございますって言って、俺はもうそのまま走り去ってたかもしれない中身はもう聞いてないですね。そう。でもそれぐらいがいいのかもしれないですね。やったね。あんまり左右されなかったというか、確かに。言うてもその先輩も、老婆心とかおせっかいとかいろんなことでね、言ってくれてる背景は様々だから、その気持ちにはありがとうって思いを持ちつつ、その後出てくるセリフは、なんていうのかな、50% ぐらいで聞いてる感じ。話を読んだの。そうで、もちろんありがたいこと、褒めてくれることは存分に自分もポジティブに受け取るし、けどここ直した方がいいと思ったっていうのが自分にとって確かになって思うことなら、それはそれでグッと受け止める。そうですね。けど中にはなんかその自分のことを言ってるようで、なんかその自分と考え違うなみたいな時もあるのよ。ありますね。そういう時はもう右から左やで懐かしい、受け流してありがとうございます。でもその気持ちはすごい嬉しいから、ありがとうございますってメモはする、ちゃんと。なんか受け流すとは言いながらも、ちゃんとね、聞いてる姿勢は大事だと思う。そうですね。確かにやっぱ一番怖いのって言ってくれなくなることが一番怖いと思うので。そう、もう好きの嫌いは、無関心でございますからね。何も言ってくれなくなってる時に何か問題があるわけなんで、このゆでたまごさんはまだみんないろいろ助言をしてくれてる。多分ね、可愛がられてると思うよ、むしろ。信頼関係もあるというか、ゆでたまごさんの仕事ぶりとか姿勢に対して、きっと何か自分たち先輩が思いを持ってくれてるから、むしろいい関係だと思うけどな。それをちゃんと全部聞こうとしてるそのゆでたまごさんの真面目さ、勤勉さっていうのもありますよね。ちょっとじゃあ心を楽にして、たまには受け流すぐらいで。まず誠実にちゃんとね、聞いてありがとうございますって伝えること、そしてメモを取ること、でうなずく、で最後は、通り過ぎるそれで大丈夫だから。最後はする。そう、ち
ちゃんとありがとうございますって言っていったら、はいもうその言った方もありがとうございますってメモしてる姿勢を通して、あ、この人の腹落ちとか聞いてくれたんだで満たされるから、確かにそうですね。でね、大体さっきの冒頭おつぼねさんか、はい、おつおぼねつぼねさんはね、まあそういうなんかそういう役者さんなんやろなって俺思ってるいつも。もうおつぼねという役をそう演じてくれている。演じてくれてるの。だから台本で次セリフ A、セリフ B とか台本あるじゃない。はい、それでおつぼね A さんが登場したんだと思ってるぐらい。なるほど、やってきましたね。こっちで言うと例えば建築の世界だと、はい、めちゃめちゃ怖い現場監督のおじさんが現れたら、そういう役回りのおじさんが来たんだって思ってるだけで、そう来たな。で自分という役回り川田25歳若者っていうキャラはなんて言うんだろうなっていうなんかその台本を書いて進行していく感じ。だいぶ俯瞰して見てる感じですかね。そうでやったらね、なんか前にうまくいったりとかこけたりとか失敗したりも含めてなんかそういう劇場を見てる感じに捉えてるから。おつぼねさんもそういう役回りをやってくれてるんだ、演じてくれてるんだって整理すれば、ちょっとね好きにはなると思うよ。いいですね、なんかガミガミ言ってんなっていう、セリフ多くて大変だなみたいな、感じで、あと個人的に僕ゆで卵大好きなんで、このラジオネーム最高やなと思ってる。いいですね。毎日2個食べてるんですよ、僕ゆで卵。それは1回に2個ですか、それとも分けて2個ですか。1回に2個。そう、飽きませんか。俺最近コンビニで買ってきて、ゆで卵ほらコンビニとかで売ってるじゃない、だから家でもやるときあるけど、コンビニで買ってきて会社でデスクとかで最近ゆで卵カンカン割ってるから音鳴ってるところに川田さんがいるって最近若手が来るようになって、いるって、そう、ゆで卵食べてる川田さんだみたいなポンポンポンって、そう、なんかそういうキャラになってたから勝手に親近感持って聞いてました。いいですね、ゆで卵キャラさんでありがとうございます。ありがとうございます。でもね、人間関係の悩みいっぱいあると思うんで、こうやってなんか吐き出してくれるだけでもいいかもね。でも今6月って多分ちょうど新生活始まって数ヶ月経って、そうやん、一番きつい時かもしれないですね。そう、ちょっと仕事慣れてきて、でゴールデンウィークも終わったし、連休なくなったし、そうなんですよね、梅雨始まってくるし、ジメジメして、そうでそんな中ネチネチ言われたら嫌だなってなっちゃうよね。そんな時なんですよね。サウナ行こう。サウナですね。そんな人こそサウナ行きましょう。結局はサウナに行ったら全部忘れちゃうので。いや、ほんとそうよ。梅雨時ってほんとサウナおすすめですよ。梅雨にサウナ。そう、なんかやっぱ汗なのか雨なのか湿度高いから、じっとりした感じになるじゃない。でも電車とか乗ってるともうさ、服と体へばりついてとかさ、もわっとしててとかそういうの嫌じゃない。嫌です。家帰る前にちょっとサウナ行ってさっぱりして、その時に水風呂入って外気浴して外出たらめっちゃ肌サラサラになってるから。いい。そう、だからカバンの中にね、僕も常に着替えワンセットはもう毎日入れてる。いつでも行けるように。そう、サウナ行くから着替え入れるんじゃなくて、着替え入れといたらいつでもサウナ行ける。確かに確かに。このマインドが大事なのよ。そうですね。そう、あーってならない。急に今行こうと思うから、道具ないから行けないとか、あれが無理だから行けない、このストレスがえぐいじゃない。サウナに行けない理由を潰すんですね。先に用意しとくの。なるほど。そしたら行きたい時にすぐ行く。確かに。ゆで卵さんは常にじゃあ下に入れといて。そうもらってスキンケアも入れてもらって、そのための道具何が必要かを書きに聞いてください。はい。最悪乳液だけあれば。そっか。最悪乳液いける。いけます。ギリ。ありがとうございます。はい。そうですね。そうか。で、こういうあれですね、お悩み相談を、よかったですかね、今のゆでたまごさん、なんかね、参考になってくれたら嬉しいですけど、応援してます。そうですね。で、ちょっと今日この流れでカッキーね、一つ差し込みサプライズの発表をしたくてですね。ちょっと冒頭に触れましたけども。そうなんですよ。ちょっとね、6月10日というのがですね、私にちょっと節目の日でございまして、大変私事なんですが、発表です。私、かわちゃんですね、去年、新サウナという書籍をですね、ちょうど1年前に出版させていただいたんですが、なんとこの度、新しい書籍を出版することになりました。今日が節目っていうことは、そう、6月10日が発売日。いろいろ Amazon とか、あと全国の書店でダーッと並んでるみたいで、早く見に行きたいですね。じゃあこれもちょっと放送終わったらぜひぜひっていうところで。そうですよ。今回もサウナにやっぱり関わってるん
今回はねサウナ本じゃなくてガチのビジネス本なんですよ。ビジネス。そうなんです。なんかご縁があって、それこそでも新サウナきっかけなんですよ。新サウナでそういう僕みたいな会社員現役のね、が日常生活をしながらこういうサウナを通して自分の領域を広げていったり、それで出会った人とかその人たちとどう人生がうまくね好循環になっていったのかみたいな話を新サウナで結構書いてて、だからそれはサウナっていうのが僕にとっての一つのこう広げるきっかけだったわけで、その人にとっての広げる話ってもっといろいろやってみてねっていう、なんか自分らしい暮らしをどんどん広げていきましょうっていう本が新サウナだったんですね、っていう話を見てくれた出版社の方が、ご縁があって、それってそもそもみたいな、サウナ本だけじゃなくて、これからの時代を生きていく上で結構重要なことかもしれませんねみたいなことを触れてくれて、よかったら一緒に書きませんかもう一冊みたいな。それがねちょうどその1年も経ってないか、そこそこ8ヶ月前ぐらいっていう感じになって、で僕でよければっていう話からちょうどこの年末かな、年末年始のお正月お休みあるじゃない、もうあっこでライターさんと編集者さんと私の3人のもう冒険が始まるわけですよ。1月からずーっと年末年始棚卸し、頭の中棚卸ししてずーっとこう喋って、でライターさんもついていてくれて、そうですそうです。で実はねサウナス高輪で、3月ぐらいにイベントとかもやってたんですけど、その時にもライターさんとか来てくれてたんですよ。そうなんですね。僕の周りにいるそういうね新しいライフスタイルとか価値観で生きてる人たちを実際生で見てみたいって、すごくね書籍書いてる途中にその内容に興味を持ったライターさんが僕のフィールドに入ってきてくれて、サウナも行ったことないのに、初めてちゃんと入ったサウナが、そのサウナ魚のイベントやったの。なんとそうだからその時サウナバライアンスとか僕らのね企業サウナ部のグループでやったイベントだったんだけど、その日150人ぐらいかな、会場貸し切りできてたから、何が起きてんだみたいなことになってたけど、でもそういうことを受け止めてくれて、でこのゴールデンウィークももう一発打ち合わせして、それがようやく6月に出ると。完成ということで。完成の予定です。なんかこうビジネス書っていうとこう難しいイメージとか、ちょっと硬そうなイメージがあるんですけど、内容でいうとどういった内容になるんですか？そういえばまだタイトルさ何も言ってない。そうなんですよ。まだちょっとじらされてる。本を出すということしか言ってなかったね今。いやそうなのビジネス本って、僕もねそのビジネス書ってそんなガンガン読むわけじゃないのは、そのやっぱ硬いイメージがあるんだよね。そう手に取るまでに時間かかるみたいな、けどすごい大切なことって本を通してね伝えてたりするし、先人の知恵もあるから、なんか僕出す時どんな本にしようかなと思った時に、僕みたいな会社員でもそういう本にちょっと触れて、それでちょっと学びになるような書籍になったらいいなっていうので、タイトルがですね、ひらがな5文字なんです。ひらがな5文字。タイトルが「整える」っていう。サウナじゃないですか。サウナやない結果サウナやないサウナやないかい。そう「整える」っていうタイトルで、縦にこうビッてくるんですけど、そう副題サブタイトルがあって、それが、超忙しくてもご機嫌な人の習慣術。そうなんです。めっちゃ惹かれるタイトルですね。気になる。よかった。だからまさになんかこうかわちゃんさんを表してるような言葉ですよね。そんな感じする？しますいやそうなんですよ。なんかね出版社の編集者の方もそれ言ってて、多分川津さんがサウナどうこうよりも、その会社の仕事をしながらその自分のライフワークで好きなことを突き詰めて、それで出会う人たちとラジオとか、テレビとか YouTube、SNS いろんなところでねイベントとかこうしてる。一体時間管理どうしてんのよとか、モチベーション管理とか、それこそ体調管理とか、もう人間関係とかどうしてんのみたいな問いを答えてるうちに、なんかそれがどんどん本になっていくみたいな感じで、それってやっぱり日常をこう乱れていくものとか、いろんな変数、さっきのねゆでたまごさんの話もそうだけど、ある中でなんか特殊な才能を持ってるから、いや僕は無敵超人だから関係ないんですではなくて、棚卸ししてみて気づいたことがあって、僕自身が多分ちょっと得意なのは、いろいろ起きうるその乱れとか変数みたいな要因に対して、その乱れをちょっと整えていくっていう小さい作法が僕には備わってるというか、習慣化してることに
編集者さんはそれが新しいんじゃないかって言ってくれたんですよ。へでなんかすごい今ってさ AI とかもあって正しいこととか調べたら出てくるとか、情報もいっぱいあってとか、一方で世の中の変化がいっぱい起きるじゃない、毎日毎日。そのためにきっと皆さんは心であったり日常であったりなんか乱れる要素ってあると思うから、それを日常からそう感じないようにどういう仕組みを作っておいた方がいいかとか、もしくはそういうことを受けた時にどう立ち直っているのかみたいなものを習慣術という形で日常の中に取り入れてみませんかっていう本なのね。なんかちょっと勘違いしてたかもしれないです。やっぱ母ちゃんさんってスーパーポジティブで、体力お化けで、お化けね、コミュ力も多動症で激高で、それは言ってないんですけど、いや本当そうなの僕は、そうだからできてる。母母ちゃんさんのスケジュール見たとき、ちょっとなんかみちみちすぎて、ちょっと怖かったですもん。なんかテトリスの最後の最後みたいな、そうね、詰まりまくってるみたいな。よう消えへんなそれみたいな、ね、そうなんですよ。でもそれってやっぱ母ちゃんさんが体力お化けだからできてるんだろうなと思ってたんですけど、違うんですね。ちょっと習慣づけがうまいっていう。そうあれね、そのスケジュールパッて見た時にね、カラフルで1日になんか6行7行埋まっててなんかうわってなったでしょ。はい、なりました。あれよく中身見たら、その日マッサージに行くとか書いてるのよとか朝までゆっくり寝るとか。そうそう、これ黄色で塗ってるやつは自分の体と心のコンディションのために入れてるもので、さらに言うともう1ヶ月の月初のタイミングで、その日その月1ヶ月分の自分を整えるための時間を先に入れるのよ。でそれをすると何が生まれるかって、じゃあその後じゃあ会食行こうよ、友達と飲みに行こうよみたいな時にカレンダーパッて見たら、あ、自分のこのコンディショニングの日だな、整える日なんだって分かってたら、その日を外して予定組んだりするのね。なるほど。すると何が起きるかって、ちゃんと自分の体とか心もケアしながら、それで生まれたエネルギーで会食とか友人との関係に臨む。これがね、逆転現象が起きてることが多いのよ、世の中。私逆です。逆でしょ。空いた時間に自分をいたわろうってやっちゃうんですけど、結局開かないから開かないよね、いたわれないみたいな。そうで、結局頑張らなきゃとか、誘ってくれてるのにとか、そういった結果自分の大事な心体がこうどんどん減っていくっていうエネルギーが減っちゃうから保てないまま、その状態でいく会食もさ、元気な時は楽しめるけど、ちょっと日頃しんどいとか腰痛いとか思いながら行っちゃうとさ、悪循環になっちゃうっていう、なんかそういうちょっとした気づきみたいなことを習慣術で入れてるのね。なるほど。うわー、めっちゃために、もう今すぐ6月のいたわり日を入れます。そうっていうのね、本当おすすめで、これ僕自身がそもそも知ってたというより、自分のその例えば社長秘書で経験してた時に、どう役員と自分のスケジュールをいっぱいあるものをどうまとめていくかとか、もしくはサウナで出会った時のそのサウナやってる人って結構自分のそういう体のコンディショニングって上手い人多いのよ。でそういう経営者の方とかにいろいろ聞かせてもらって学んだりとか、なんかそれを自分の中でここ20年のビジネスキャリアで体系立てたものを今回初めてそうここの一冊にギュッとまとめてやったから、結構自分自身も頭の中で日頃やってるなんとなくの行動みたいなのが出てきたし、でそれを本で読むとさ、ごちゃごちゃしたら読みづらかったりすると思うから、なんか章立て、本の中にも体を整えるとか心を整えるとか、後半にはね、人間関係を整えると書いてるのよ。おお、まさに。そうだからまさに今日もね、ゆでたまごさんのそういう自分の悩んでるとことか、もしくはここ強化したいなみたいなこととか困りごとをの章だけパッと読んでもらえれば、もしかしたらなんか気づきがあるかもしれない。なんかこう幅広いビジネスパーソンに刺さりそうですね。こう新入社員から本当に役員クラスの方まで、そんな多分刺さりそうな本だなって思いました。僕新サウナ書くときにいろんな人インタビューさせてもらったけど、やっぱね、みんなね、他がために生きるというか、みんな真面目だから、その僕は経営者なんで会社社員のために社員のためにみんなやるんだけど、それは素晴らしいんだけど、やっぱりそれやれるっていうのは自分のコンディショニングがちゃんとできてないとそれができないから、やっぱりまず自分を整えて、で自分の人生を整えた先に周りを幸せにしていくっていう、もう新サウナで言ってる利己の先の利他っていう僕のこの考えがやっぱりこっちの整えるにも出てるんだけど、それをビジネスパーソンに届けていきたいなっていう本が今回の整えるでございます。なるほど、機嫌な人の習慣、
そうっすね。真似したい。これはぜひまた読んだ人の感想とか聞きたいな。ああいいですね。そうそうなんか聞きたいな、確かに。なんか僕のこの本が正しいとかっていうよりは、なんかこういうのって賛否あって全然いいと思ってるんですよ、これからの時代って正解がないから、僕はこういう考えと行動をしていて、結果自分自身が豊かになってるし、ありがたいから還元できるっていう、こういうラジオもそうだけどね。けど読んだ人は逆に私こういうのやってますみたいな、っていうのも、それこそ口コミ欄とか Amazon のレビューとか、なんかそういうのがあった方が今の時代むしろ健全なんじゃないかなと思ってて、そうですね。そういろんな意見があって当たり前というか。そうですし、僕も学んでる最中なんで、なんか私はこうしてますみたいなのをこうアドバイスがお互いにし合えるようになってくると、お互い持ちつ持たれつできるじゃない。また相互の気づきみたいなのがあってもいいですよね。そうだからなんかそういう形で少しずつ習慣に取り入れていったら、またその人らしい暮らしとか楽しいこととかが待ってるんじゃないかな、知らんけどっていう本ですね。最後は知らんけど。最後は知らんけど魔法の言葉。そうです。ちなみにこの書籍のね、最後のページにもね、知らんけどラジオのことも実は書いてて、そうなんですか。そうなんです。なんと。はい。なので、まさかの知らんけどラジオでこの本の告知ができるなんて。わー、しかも発売日当日に。そうです。嬉しい。しかも収録を考えると、僕初めてこの本のことを世に言ったのが今日です。お、なるほど。僕まだ SNS では言ってないですし、初出し。初出しです。わー。はい。なので、ぜひ、事前にね、予約してくれた方は非常にありがたいですし、今日届いた人たちは、またこれ朝7時でしょ。だからこの後 Amazon とかで本多分お家に届くから、開いてもらえたら嬉しいな。いやー、これはいいですよ。私もちょっと読みます。ぜひ、ありがとうございます。本当にいいですね。はい。そして、こんな感じで、あれですね、僕のちょっとお悩み相談会から、ちょっと書籍のご紹介もさせてもらいましたが、今後は、コメント欄とか、そうですね。ご案内お願いします。はい、お仕事のお悩みがある方は Spotify のコメント欄からも受け付けています。その他番組の感想やメッセージ、あとかーちゃんさんのね、その本の感想なんかもぜひいただけると嬉しいです。大募集中です。はい。ということなんですが、最後にあれですね。はい、今週の新オープンサウナ情報ということで、はい。今回はですね、2026年6月にオープン予定、まだじゃあオープンしてないですかね。どうかもしれない。この収録タイミングで言うとまだそうですね、予定なんだね。まだ予定ということになってるんですけれども、ファーストザサウナお茶の水。お茶の水。はい。神保町駅から徒歩4分近い、お茶の水駅からも徒歩6分の好立地。京都初の人気サウナ、ファーストザサウナの東京進出。すごいね。前回もあれでしたけど、仕上がる。そう、仕上がるサウナ、福岡からの進出だって言ってたけど。ですけど、今回は京都からの東京進出。いや、何が起きてんのよ。いや、これちょっとサウナ界ざわざわしてますね、なかなか。なんか面白いね。マーケティングとして面白いかも、これ。ですね。東京とか関東の市場がここまで盛り上がってきてるんならば、地方側から今度東京に行ってみようと。で、それを広げてみると。サウナの状況がちょっと流行ってるのかもしれないですね、これからも。京都初の人気サウナ、僕ね、今度京都にサウナ旅行こうと思ってて探してたんですよ。行ってみようかな。いいですね。ファーストザサウナ。あれですか、なんかある感じですか。これのインスタで多分で、一応ね、6月末オープン予定。6月末。6月末か。で、今なんか施工の進捗とか、なんかそういうところまでアップしてる感じですね。ホームページを動かしてました。かっこいいスタイリッシュ系のロゴですね。結構こういうサウナのこの立てるところから見せてくるっていうのも最近多いですよね。多い。プロセス型ですね。ちょっとファーストテイクっぽいの。確かに。歌うのかな。ビビビって出てくるでしょ、こうやって。ピーンって。で、しかも詳細もオープン直前に公開予定っていうことで。その作る過程とかは出てるんですけど、本当の詳細はオープン直前に分かるという。ちょっと謎を秘めている感じの。いやー、楽しみだな。楽しみですね。また新しいお茶の水、神保町。いいな、ちょっとカレーとかとの組み合わせもいいですね。そう、神保町僕も好き。大好きで。結構行ったりする？カレー食べにちょこちょこ行きます。わかる。ボンディとかね。ボンディも。書籍とか純喫茶とかね、書籍の街だから片手で本読んで片手で食べるときに何がいいんだろうって言ったときにカレーがハマってあの街に広がっていったっていう。それが本とカレーなんですね。そう。本とカレーとサウナで。そうよ。あの辺できるのか。嬉しいな。嬉しいですね。またどんどん出てきて。行きます。
5月に6月にまだどんどんできてるからはね、ちょっとこれまた僕らも行って今度どうだったかみたいなまたい、レポーそうですねトもしましょまたこれもね女性もいけるのかなということでまたね詳細は改めて公開ということなので、う。ぜひ、はいむしろ行った人もまた教えてください。教えてください。はい、ということでお時間になりましたので、はいまとめたいと思います。ここまでのお相手は川ちゃんこと川田直樹と、静岡サウナ協議会エヴァンジェリストカッキーこと柿内まりやでした。はい、また来週水曜日の朝7時にお耳にかかりましょう。そして皆さん今週もお仕事頑張っていきましょう。せーの、いってらっしゃい。